はい、どうもゆうです。今回はですね、ラリーガ FC プロの決勝で、使えてました4411紹介していきたいなと思います。で、優勝したね、4411のフォーメーションになるんですけど、自分が見てて、多分このフォーメーションかなっていうところになるんで、最終カスタマー出てくるかもしれないんですけど、試合中結構いじったりもやっぱしてるんで、主にコードもそのまま、取った部分ではあるんで、良ければ参考にしてもらえればいいかなと思います。前回の433カッコ3も非常に使いやすいフォーメーションになっているので、他と違ったフォーメーションっていう部分も含みでですね、良ければ参考にしてもらえたらと思います。では早速見ていきます。バランスですね。守備的アプローチは高いとなっております。選手の役割なんですけど、こちら、ゴールキーパー、ディフェンダーもこちらは変わらないですね。で、どっちかのサイドバックがサイドバック、ディフェンスプラにして、片側がウィングバックにしております。これはもう明らかに FC プロで言うとカルバハルがもうすごい高い位置を取ってですね、トリガーランで上げるときもあるんですけど、それ以外もチャンスメイクで基本的にはこの前の数的優位を作って、もし厳しければ、ボランチに下げて、そこから縦入れたりとか、真ん中が、ここはクライフ使ってたんですけど、クライフを使って、チャンスメイクするっていうシーンが非常に多かったかなと思います。やっぱり今、あんまりサイドバックを上げないのが主流になっていたので、トリガーランで、好きなタイミングで上げるっていうのも一つなんですけど、ウィングバックにしておけば、やっぱりポジション高めにとって、さらに枚数有利を作りやすいなっていうところを、FC プロ見てて思ったので、これ片側上げにしております。ただやっぱり相手が3トップの時は、この失わない、ちゃんと攻め切るっていうところと、失ったとしてもこちらのディフェンスと、CDM で守るのが重要かなと思います。これに関しては前回の動画見てもらってた方はもう同じ内容を言ってるって感じるかもしれないんですけど、本当重要な部分であるんで、ちょっと今回も言ったっていう形になっております。で、真ん中ですね。片側ボランチ、片側レジスタにしております。これは、守備的な部分ですね。枚数残したいというのを込みと、あとは、攻め切った時の後ろに、ポジション構えててほしいというところになっております。で、両サイドがインサイドフォワードですね。で、真ん中が、シャドウストライカーではなくてプレイメーカーとなっております。ここはパスできる選手であったりとか、あとは個人技で持っていけたりとか、シュート、持っていける選手の方がいいのかなと思います。もちろんシャドウストライカーでもいいんですけど、枚数、ここで作りやすいっていう、距離感も含めてですね、プレイメーカーが非常にやりやすいのかなっていうのは感じました。自分もずっとシャドウストライカーでやってたんですけど、このカスタムでやってみて、プレイメーカーの位置関係が非常にやりやすいなっていうのを思ったので、ワンツーとか含めてトリガーランでも上げやすいですし、シャドウストライカーにこだわらずにこちらのプレイメーカーもありかなっていうのは思いました。で、前線ですね。これに関しては個人で得点力ある選手を置くっていうところと、アンディであったりとか、カヌーとか、94のエボした選手がおすすめかなと思います。で、両サイドに関しては、鋭いパス、あと、できればフィネスですね。フィネスの、見せつつ、あとはこの、サイドバックが上がってきて、そちらを使うっていうところですね。これも数的より本当作りやすいので、サイドバックを上げてる側特に、そちらを中心に攻めるのがポイントかなと思います。特にこの右側を上げてないので、できるだけ左ですね。で、キープして左使ったり、真ん中使ったり、落として、そのまままたサイド使ったりっていうところが、攻撃のバリエーションとしては本当作りやすいなっていうところで、たまに、こういう、このサイド上がってきてそちらばっかり使うっていうのを見せかけておきながら、真ん中使ったりとか、このトップ下、トリガーランで上げたところを使ってあげるっていうのも非常に重要かなと思うので、攻撃バリエーションは本当に作りやすい、いろんなパターンを出しやすいフォーメーションかなと思います。今までだったらこの前だけで完結してたやつを、サイドバック交えることによってですね、さらに、インサイドで中に入れてるんで、そのサイドが空いた部分を使えるっていうのが、このカスタムの本当強みではあるんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。で、試合のゴールシーンとかに関してはですね、この後ハイライトシーン上げてますので、よければそちら見ていただいて、最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ピナ強いマジで。いやー、ピナのウパメカノのスーパーセーブ効いてるな。ピナー。やばい。ナイス。ナイス、宮山さん。なんか持ってたっけ？
ビティーニャ、ナイスパス。ピーナー、惜しい。あ、完璧なんだけど。惜しい。こういうサッカーのが合ってんだろうな、俺。ね、そういうことだよな。全然ありだけどな。いいね。ナイスー。ナイスね、今。ピナやばいな。いけたらファウルね。ピナー。ああ、気づいた。エボだらけになってますわ、スカット。合間でやって結構早いっすね。いいなぁ。情報を出してますので、こちらの方最後紹介していきたいなと思っております。転売情報ですね。こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、狙い価格であったりとか、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、金額書いてるって感じですね。はい。で、今のは高いと、ハイリスクの転売でして、次に、低リスクですね。こちらに関しては、TOTW とか、他のこの辺とかですね。これに関しては、27,000とかで、今11,000とかだったやつが、27,000。これ、確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、書いてたんですけど、確約今回来たんで、めちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。金転売とかは、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。最近あんまり金はないかなって感じですね。ロードもこんな感じになっております。はい。で、あとは、成功案件で、自分が成功した案件とか、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、で、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。この辺の情報も、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、あとはですね、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、プレイ相談っていうのも別でやってまして、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、プレイ相談であったりとか、
あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、おすすめ選手であったりとかですね。この辺は、自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っている時はあるって感じになります。はい。でですね、こういう感じなのを今、ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。